せ者自然寺堀井義則のライジンライト級編が始まります。どうでしょう。来ました。インロー堀井義則。この試合が難しい。誰に先に当たるが勝つと思いますですね。はい。榊原さん、一応確認なんですけど、自分がメインイベントで間違いないですか？佐賀を爆発させてくれるとそう思ってますんで、はい、お願いします。メイン。ありがとうございます。頑張ります。大体禁止はいつぐらいからされるんですか？3週間前が土曜日なんで、その次の日曜日まで飲んで、そこから禁止しようと思ってます。メインイベントちょっと、はい、これ最後の晩餐ということでよろしいですか？乾杯。すごいです。頑張ってください。頑張ります。どうですか？早く飲みたかったです。インスタライブやってますか最近？昨日しました。はい。ははは。世の中のおっぱい、おらお前俺の顔に飛び込んでこいマジで。カース記憶はあんまりないです。よく考えてみろカースが。機嫌が悪かったみたいです。すごいです。お疲れ様です。いやなんかなんすか。いやなんかってない。はい。ああ。上田選手がね、硬さが全くない。52歳42日、これで見納めです。そう。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。お生3つください。一緒に飲むことはそんな多くないです。やっぱ自分もなんだかんだ酒好きなんで、気がついたら10時間ぐらい経ってることあるんですよ本当に。でちょっとそれをね巻き込んじゃいけない。ごめんなさい。じゃあ最近の破天荒な、はい、飲みキャラというか。おおマジで何やってんすか。おい配信。これ見て高坂さんはどう思いますか？どうでもどうでもいい。そこどうでもいい。法に触れない、人を傷つけすぎないかさ、強くなるために必要なことだったら何でもやれっていう。当日飲むことあるんですか？試合直後ははい失神しても飲んでたりします。はい失神しても飲んでたりします。お前今の現代医療とは真逆。いいんですか？飲んでました。タックルタイムカウンターでバーンって膝上げてもらって、脳震盪ももちろんそうなんだけど、その後ボコボコにやられたその試合があって、そしたら夜家帰って寝て目が覚めたら天井がこうぐるぐる回ってる、目ぐるぐる回ってるから、酔っ払ったらどうなるのかなと。目ぐるぐる回ってるから酔っ払ったらどうなるのかなと。で飲みに行ったんです。はい。そしたら酔っ払ったら同調してシャキッってこういうことですよね。バチッてこうしゃっきりして、あこれだと思って、それでただ残念ながら酒が追い越しちゃったんですよ。そしたらこうやってまた目が回りだしてああこれあかんわこれ。気がついたら朝渋谷でうろうろして結果には話をして死んだら死んだで、その時はもう自分記憶ないんで、それはそれでいいと思うんで、2人弱くなるって聞けばもう試合とかがあるんで、それは嫌ですね。勝敗に関わるとな、勝敗に関わるのは困るからね。おかしいなあんたらおかしいよ。コンちゃんさんって解説を日本で一番やってるじゃないですか。かもしれない。腹すげえちゃんとした人だっていうイメージがあるんだけど、そうじゃないな。バカ賢者だな。うせえ。最高だな。
最高だ。どんな印象でした最初は？あ、これ強くなるタイプのやつだっていうのは練習してる中で、ちょっとずつ見えてきた。小2から中3まで伝統派空手やってて、喧嘩強くなりたかったですね。それでやりたいなと思いましたね。やっぱなんせバカだけど一生懸命、これめっちゃ大事なんで、それをこうやりきれるだけのものを持ってる。バカになれって言ってね。でもそれってなれないですよ、本物しか。自分もずっと海外 UFC に出たりとか海外生活したりとかすると、やればやるほど俺こんなやつらとやっていくのかって正直見えてきちゃってすることあるじゃないですか。とはいえ俺の方が何かあるはずだとか言って信じきれるというか、そこはもうバカになって信じきるしかないので、今なんかでも普通に使うじゃないですか。ほらバカ強えとかさ。あ、はい。でもそれって今逆に言うと吉野に時代が追いついてきてる。褒められてるな。なるほど。今分かんないってやつ。A ビデオ、このビデオの対応がすごくて、会員さんの人がこう見るけどみたいな、ちゃんとしたモザイクでこう隠すとかさ、バカ正直だからできることで、言い訳とかをするっていうそこの回路がない。それ聞いてどう思いました？ただって言ったらあれだけど、自分もって出てないよ。出てないけど、いや今ゲロった方がいいっすよ。いやゲロった方がいいっすよ。おい大輔、友達でゲイの友達とかは自分もう何人もいるんで、新宿2丁目御用達だったんで、そこのゲイバーのママ行ってたそのママが前田さんと知り合い、自分が実際そうやってプロを目指したいって言って思った時に、ふとその人の顔が浮かんでき連絡を取ったら、分かった、じゃあ話通したら、まずはうちに来なっていうことで、その人の自宅に行ったら、自宅に行ったんですよ。じゃあ今から電話するから直接話しなよ。前田君と入門テスト受けたいっていうやつがいるから、今が変わるねっていきなり渡されて、で前田さんと話を直接した。テストの日を決めてもらって、この日に来いよ。で受かって、それから前田道場生活っていうのが始まる。時を超えてなんかいろんな意味でゲイビデオに弟子が全ての一つに。当時なんか雑誌とかもねありましたけど。いやでも高坂さんがいっぱい出てるイメージですよね。出てねえよ。ふんどし高田信彦と高坂剛でしょ、二代モテ。確かにプロデビューしてからはランキングっていうのがつけられてて、名前が上がったことは確かに高田さんよりも下でした。もうすごいです、もうすごいですよ。令和は堀江かもしれないですよ。ふんどしが似合うランキングってことです違う違う。先行くぞ先行くぞ。初めてのセコンドをついてもらったでしょ。今までこう恐縮すぎて頼めなかったです。かなり心強かったですよ。前日に自分寝る前とかにやっぱ不安になったりとかもこうしたりして、でも明日高坂さんが来るのかって思いましたね。阿部の今の UFC ベラトル出続けることって難しいじゃないですか。でもそこに勝っていくために何をどうするかっていうところも、自分の中にはちゃんと見えてるっていうところはあったんで、堀に関しては苦戦はするけどいけるっていう自信はありましたね。高坂さんどう見てますか、次の相手。いやー強いですよ。ナイスガスタボーハイキックです。そしてまたしてもシューター、上から肘を落としてきましたよ。サイドフック、青グスタボよって勝者。Uma luta muito boa pra mim. Ele é o strike e eu sou o melhor strike dessa categoria. Ele só é strike, um lutador limitado. Ele sempre gostou de luta, sempre assistiu o Vanderlei e eu também.
e no Natal veio a falecer. Eu consegui tirar essa energia negativa, essa raiva que eu tinha, consegui introduzir na luta e isso me ajudou muito. É um sonho do meu pai, era eu ser lutador, e meu sonho também, e assim eu vi eu poder tirar minha família das coisas ruins e poder dar tudo que minha família merece e que meu pai não pôde dar em vida. Pô, é o meu ídolo, né, e um grande amigo meu também. Eu era criança e sempre falava que queria fazer uma carreira tão grande como o Vanderlei. Com certeza me tornarei campeão esse ano ainda, fazendo essa luta. Se Deus quiser, eu vou estar disputando o cinturão e vou poder dar um grande show. Vanderlei, esteja preparado. Eu serei o seu pesadelo durante os 15 minutos dentro daquele octógono.めちゃめちゃ強い。見れば見るほど打撃の強さと適材適所の判断の速さ、喧嘩してくるところですかね。だからこそこっちにもそこでチャンスもあると思ってますし、大体つかめてはきてる。勝つ道筋って人を作り出す、その中で何を指すかっていうところを今詰めてるところですよね。ちょっとなめんなよっていう気持ちはちょっとあるんで、最強のお前で来いよっていうふうには自分ずっと思ってて、強くなってきてる状態だからよりいいですね。自分も大好きなんかそういう相手とシェアするのが自分も大好き、ワクワクするからわーってこうなんかね、その感じっていうのがあなたやるわけじゃないですけど、やるわけじゃないけど自分やるわけじゃないですけど、いやでもいいっすよ、いいですよ。ヒリヒリした感じってのじゃなきゃ格闘技面白くないじゃないですか。復帰してえなみたいな何がしないよ、しないよ。いやこれあるなとりあえず週7で練習トレーニングはやってるけど、これさ週何回ぐらいやる？収録です。ああ多いな一日いややっぱりお互いでね、本当にこう真剣抜いてこうやり合う唯一の場なんだから、真剣抜いてこうやり合う唯一の場なんだから。許される唯一の場ですよいやしかも真剣だから、もう本当切られたらもう死んじゃう、見られながらね。そう言い訳も何にもできない本当にそれが大好きや。生きるか死ぬかっていうのを腹さらけ出して唯一やれる場所ですよ。もしかしたら試合でもう殺されるかもしれないんで、後のことあんま決めたくないですね。今後のことだどうのこうのそんな関係ないですよね。そのバカ賢者だなうるせえ最高だな、最高だはい、ちょっとこう大晦日のツイートも少しこうバズってはいたんですけど、俺は第1試合目です。どうした一ファンとして見てて楽しみにしてたのに、こんな感じかっていうのであとはまあ大晦日出れなかったっていうちょっとしたね嫉妬心の多分あったのかな。白川陸ライト級の中堅選手じゃないですか。勝たないといけないです、生き残っていくためには。いや、舐められてるなって思いましたよ、マジで。まあ本当メリットはないですよ、そういう意味では。
ミットとか持つようになって、よく勝ててきたなとは思いました、そこまで細かく考えてやってないのかなっていう。今のはいわゆるね、そうですね。あとはこうフットスリップちょっと動きの確認というか。もう今までディフェンスなんてやったことなかったんで、本当今いろんなことの基礎をやってる段階ですよ。恥ずかしがらず言うと。いろいろこう飛ばしちゃってたんですよね。その前にもっとやることあっただろうっていう。なんででもその癖が出てたんだろうって考えたら、結局出ちゃうような状況に陥っちゃってたんですよね。プレッシャーもらって下がってしまう。で下がってしまって迎え撃つ体勢ができなくなってしまってる。でそういうところで入られるともう打つ体勢ができてないから左も打てなければ組みに行くこともやっぱできないし、で残ったのがやっぱこの自分の右利き腕なんで、それでぶん回すってことだけしか残ってないからそうなってたってことですよね。じゃあそのプレッシャーもらわないために足使って回るだとか、どっちに回るだとか、そもそも構えをしっかりして相手のパンチ見るだとか、途中省いてたものをちゃんとやろうぜっていう手応えはつかみ始めてる。これがじゃあね試合でどうなるかっていうのは自分は分かんないから、それを早く試したいなっていう。ちょっとね、やっちくんの YouTube を見たんですよ僕。こんな急なオファーを受けてくれた白川選手にまず感謝したいです、はい、ありがとうございます。鼻につきますね。俺の生贄になってくれてありがとうみたいな感じの感謝の仕方やったんで、ちょっとねマジでボコボコにしてやろうと思ってます今。ライト級の中堅選手じゃないですか。勝たないといけないです、生き残っていくためには。いや、なめられてるなって思いましたよマジで。これで白川ボコって勝ったってまあそうだよねってなるし、ちょっとね苦戦でもしたらまた言われるし、本当メリットはないですよ、そういう意味では。みんななめられてるんですよ、世間にも今回の相手にも。でも彼としてはメリットしかないですから、1階級上で変なし負けて当たり前、ちょっとでも前線すればプラスになるし、変なし勝ってしまえばもう一躍求心力得られるし、それを受けるよなっていう。意外にこれやっちくんこれ負けんじゃないかとか相性悪いんじゃないかとか、格闘技ファンの人がそういう風なコメントしてたんでまあいいんじゃない。いや、世間も俺のこと舐めてるから、それをそろそろ分からせなきゃな。本当に好きに言ってくださいって感じです、本当に。そういういろいろ話聞いてて、クレイジービーのやつも負けてばっかじゃないですか。みんなで頑張って研究しろよって感じですね。みんなチームのやつらは腹立ってるし、失神させて担架で運ばせるぐらいの試合しろよって頼んだやちくんって言われました。いったそれに対してタックに入ろうとした出ると思いますよ。しかし体勢そこの組んだ感じでも、いや陸野君多分テイクダウン絶対取られないよって、言ってたんで、そんな感じかと思って、やちくん全然やんと思って。なんか相性がいいっすね。打撃戦だったら多分陸斗君に分があるんじゃないかなとは思ってますけどね。やちくん威力は強いけどワンパターンじゃないですか。そこの癖みたいなのをつけてテイクダウン切り続ければ、普通にいっちゃうんじゃないかなと思っちゃいますけどね。彼はそういう見せ方がうまいだけで、正直もう今このご時世誰でもそれぐらいの研究はするし対策はするしっていう見せ方だったりがうまいってだけで作詞みたいになってますけど、あれから何年経ってると思ってんですか。出してないの今いっぱいありますから。で俺のストロングポイント、俺の強いところ、得意技みたいなところがもう本当にはっきりしてきて、でそれを軸に戦うファイトスタイルができてきて、びっくりするんじゃないですか本当に。対戦相手含め世間も。
ライト級の中堅選手ぐらいやっぱ KO しとかないと、フェザー級のチャンピオンなんかなれへんと思ってるし、だからお祭り男言うんやったらバッチバチ殴り合いましょうよ、気持ちよく。いや全然殴り合いでも勝てると思ってるし、まあ殴り合いがしたいなら K1 いけと思いますけどね、俺は。そもそもねレベルが違う、正直本当に心を折りに行くっていうのもありだと思います。食って固めてきたら僕はもう寝技されながらお前何しとんねんって言ったら思ってます、試合中に。膝から崩れたキックでフィニッシュ。みんなに好かれることをやめた、それだけです。もう嫌われてもいいし、かわしていきます矢中介。自分の技術格闘技をぶつけるだけだし、完璧勝利矢地祐介。世間にちゃんとね、おお矢地強いんだなっていうのを改めて分かってほしいなって思うし。